はい、皆さんこんにちは。このセッションの司会を担当する、ボーンデジタルの池田です。どうぞよろしくお願いします。この時間は、ブレンダーで 2D と 3D を使ったレトロフューチャーアニメーションを配信します。こちら、今、デドゥースさんと、通訳の、セイナさんと、つながっておりますので、ズームの方で、ライブをしたいと思います。では、切り替えお願いします。はい。デドゥースさん、こんにちは。はい。こんにちは。今日はありがとうございます。はい、参加していただいてありがとうございます。No problem. いえ、全然問題ないです。ありがとうございます。もう今、皆さん、日本の視聴者のこともめちゃくちゃ見ている感じになっております。はい。Alright. はい。では、これからセッションの方を進めて。ありがとうございます。はい。では、これからですね、デドゥースさん、セッションの方をスタートしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。OK。はい、わかりました。では、画面を共有しますね。私の名前はデドゥースです。本名はアンドリーです。パリ出身で、私のアートを見られた方もいるかと思うんですけど、ブレンダーというソフトを使ってこのような作品を作っています。主にグリースペンシルというツールを使ってこれらの作品を作ってるんですけれども、ブレンダーは無料なので誰でも無料で使えます。で、一番よく聞かれる質問なんですけれども、どうやって自分のアートスタイルを見つけたかっていうふうに聞かれているので、私はコンファレンスをする際にまずそういう説明から入っています。ブレンダーを使う前は、このようなアニメーションを作っていました。これはブレンダーで作ったものではないです。皆さんご存知のクリップスタジオペイントっていうソフトを使ってました。前の名前は確か漫画スタジオだったと思うんですけど、漫画アーティストの方は結構ご存知の方が多いかと思います。なので、この時点でもうすでにこのスタイルを確立していたんですけれども、3D では後戻りしたりとか、アニメーションを変えたりとか、いろいろできるじゃないですか。で、それで、映画は終わらしたけれども、背景がまだちょっと未完成だったり、登場人物が1人2人完成していなかった場合は、映画を終わらせた後でも、後で戻って背景とか登場人物とか、ちょっと映画の流れをちょっと編集したりして、どの順番でもどういうプロセスでも変えることができるので、そういう点では 3D はすごくパワフルだなっていうふうに思っていて、なのでこれを 2D と合わせてどうやって使えるかっていうふうに考えてたんですよね。なので、ブレンダーにたどり着く前に他にいろんなソフトを使いました。2D のスタイルはこのようなものなんですけれども、皆さんご存知のいろんなソフトを今まで試してきました。Cinema 4D とか 3D Studio Max とか使ってきました。なんですけれども、かなり難しかったです。そして最終的にブレンダーにたどり着いたんですけれども、ブレンダーのバージョン 2.7 ぐらいからですかね。バージョンそれほど重要じゃないんですけれども、とあるバージョンから直接ペンでソフトに書き込める機能が付け加えられました。Photoshop とか他の 2D ソフトではもうすでにそういう機能があったんですけれども、それを 3D の空間で直接書けるようになったことによって、一つのソフトからもう一つのソフトに切り替える必要がなくなりました。例えばこちらの画像に関しては全てブレンダー内で完結しています。要するに、Photoshop に行かなくてもよかったということです。Photoshop で何かを書いて、で、それをコピペしてブレンダーに持ってくる必要とかもなかったでしたし、別のソフトを使ってエフェクトとかフィルターを加える必要もなかったです。なので、すべてブレンダーの中で作業をして完結しているんですけれど、まず説明したいのが、どうやって自分のアートスタイルを見つけたのかっていう点ですね。先ほど説明していた通り、ブレンダーにたどり着く前はこのようなイラストを描いてました。
で、そして今はブレンダーで 2D、3D を融合してるんですけど、これらの色やこれらの形を合わせていて、好きなスタイルが3つあるんですけれど、コメディとかユーモア、そしてロマンス、あと SF。これが好きな作風です。なので、ジャンルとかスタイルとかに関しては、その絵を見せる方法だけじゃなくて、その世界観とかストーリーとか雰囲気を出すためのものだと思っています。すべての絵には何らかの雰囲気があって、で、その雰囲気は私はロマンスとかユーモアとか SF の雰囲気を出そうとしてます。なので、このすべてのユニバースでも使えるようなスタイルを探しました。もしかしたら一番いいアプローチではないかもしれないんですけれども、時間をかけて自分なりのスタイルを考えてみて、で、例えば宇宙飛行士を描く際とかでも、レストランで普通に話し合っている人たちを描く際とかでも、恋愛話をしている二人を描く際でも、これらの色やこれらの線はそういう様々なシナリオで使えるかなっていうふうに思ってます。青、黄色、ピンクを使っていて、で、ピンクの割合や赤の割合が増える場合もありますし、紫も入れる場合もあるんですけど、基本的にはその3色です。なので、他の人は白黒の絵が好きかもしれないですけど、私にとってはこの3色が定番カラーになります。例えば白黒の絵っていうのもいろんな場面で使えるじゃないですか。悲しいストーリーを描く際とか、例えば警察とか探偵物語とか、ホラー映画とかでも白黒使えますけど、同時にすごく詩的な映画にも白黒を使えると思っていて、で、それで私にとって青、黄色、ピンクはその白黒に値するものです。私が好きなジャンルで使える3色になっているっていうふうに思ってます。ブレンダーを使い始めて、今でもそうしているんですけれども、まずは手書きで 2D の絵を描きます。こちらの絵に関してはスケッチブックをスキャンする時間はなかったんですけれども、通常はスケッチブックの中でペンと紙で描いている。あるいはこのようにデジタルで描き始めます。そしてその後、ドラフトが大体できた際に色を追加していきます。これはまだ 2D 空間です。ブレンダーに入ってないです。もちろんここの地点からブレンダーで書くことはできるんですけど、ビギナーの皆様へのアドバイスとしては、ブレンダーに入る前にお気に入りのソフトでまず書いてみるのがいいかなと思います。例えば Photoshop とか、クリップフォトフレームとかクリタとか、そういうのを使い慣れているのであれば、そちらのソフトでまずドラフトを書いてみて、で、そしてそれを後で画像として出力してブレンダーに持ってくる方がいいかなというふうに思います。これまた別の例なんですけれども、ドラフトでカラーをすべて 2D ソフトで書いてます。そしてその後ブレンダーに持ってきてビルドを始めます。ブレンダーを学び始めた際には、いろいろ複雑な設定とか、もうたくさん学ばないといけなくて、で、それらをすべて学ぼうとしてるとすごく時間がかかりますし、モチベーションとクリエイティビティが失われてしまうかもしれないので、なので一番最初の段階は慣れているソフトで、慣れている手法で自分の好きな色を描いてみて、で、そして画像として出力して、で、それでブレンダーにインポートした際に、比較対象として使用してシーンを作っていくのがいいかなというふうに思います。例えばこちら中央のところにポットを入れていて線があるんですけれども 3D で、その周りのお花とか植物は 2D です。なんですけれども一つのアングルからしか見れないので、平らのようには見えなくて、で、それで
そういう小さい要素をいろいろ入れていったら、色とかエフェクトをすべてブレンダーで入れていくっていう感じです。アニメーションをお見せします。In the software Blender is that あと、それ以外にもブレンダーで何ができるかというと、一つの絵をアニメーションに変えることができます。例えば、複数の画像を入れ込むことができます。伝統的なアニメ映画とかだと、一つの絵を描いて、で、ページをめくって、で、もう一枚絵を描いて、で、またページをめくって、で、また描くことによって、その絵が動いているような錯覚を生み出すことができるんですけれども、フリースペンシルも似たようなもので、紙のようなところに絵を描いてみて、で、それで複数の絵を描いてみて、で、それで正しい順番で表示することによってアニメーションを作ることができます。そして、もうアニメーションがついているその紙切れに関して 3D 空間に置いてみて調整することができるので、本当の世界と同じような原理です。何枚もの紙をこういう風に重ねていけると、別の角度から見たりとか、小さくしたり大きくしたりとか、その空間の中でいろんな順番で入れ替えたりできますし、できるので、ブレンダーも同じで 3D 空間をフル活用してそういう調整ができます。キューブとかペインとか、フレアとか、そういう 3D で使っている一般的な要素を取り組むことができますし、まあ今は説明しないですけど、それ以外にも 3D でできるいろいろ高度なテクニックとかもあるので、こういうお絵かきの機能ができる前に、最初からかなりパワフルな 3D ソフトだったので、ピクサーの映画も作れるほどパワフルですし、いろんなツールが備わってます。今から他の作業方法をお見せします。3D を使い始めた際に気づいた点としては、完璧なシーンとか完璧な世界観を使いたくなってしまうという点です。3D では、まあ部屋やテーブルや椅子を作っていって、で、それで、初心者の段階だったら、正しいプロポーション、正しい形状、物理的に正しいものを作っちゃおうって思うかと思うんですけれども、カートゥーン調とかだったら、毎回ではないんですけれども、あんまりリアルじゃないルックで作っていった方がいい場合があるんですよね。面白い形状とかを使ってみたりとか。この絵はブレンダーで描いたんですけれども、こちらにパースがかかっています。あとデフォームもかかっています。特定のカメラを使ってスペシャルレンズをつけていたらこのようなデフォームになるかと思うんですけど、なので、エフェクトを使わずに自分でこのようなパースとかで書いた方がいい場合があります。自分で手書きで書くと、逆に完璧じゃない部分が出てくることによって味が出ます。それによって面白いルックが達成できます。で、これを 3D でどうやって作るかというと、前から見ると、このように通常のパースになるんですけど、横から見ると、ちょっと止めますね。すいません。停止ボタン押しにくいんですけど。はい。では、横から見ると、床が完全に間違ったアングルにあるんですよね。湾曲しているんですけど、通常 3D だったら、床は現実世界と同じ場所に置くかと思うんですけど、この場合は、この変わった形で地面を作りました。ちょっと戻りますね。これ次のスライド行っちゃいました。さっきのスライドに戻ると、前から見ると、こうなります。なので、これが私がちょっと発見した
ちょっとした小技なんですけれども、皆さんをブレンダーを使っていて、自分特有のプロセスを作っていったらいいのかなというふうに思います。これもアニメーションなんですけれども、手に関しては平らです。要するに紙切れがその空間を漂っている感じなんですけど、カメラが動く際に、このフリースペーシャルオブジェクトも同時に回転させます。紙切れと同じような平らなオブジェクトなんですけれども、カメラと同時に回転させることによって平らだっていうことが見ている方にはバレません。あと、それ以外に浮いている紙切れもいくつかありますが、それを3D のオブジェクトに貼り付けることができます。例えば右上にポスターがあるんですけれども、小さな鳥が描かれていて、これは 2D で描いた絵なんですけれども、3D オブジェクトに貼り付けています。壁が 3D です。壁が 3D で鳥の絵は平らの 2D の絵になります。また後ほどデモをするのでお見せします。なので、検索する際に、他のアーティストを見る際に、こちらのキーワードを入れたり、いろいろとサンプルが出てくるかと思うんですけれども、私の方でも新しい色とかエフェクトのを活用する方法を今探っているところで、いつもブレンダー NPR っていうのを検索バーに入れて検索しています。ツイッターに入れたら出てくるかと思うんですけれども、ブレンダーで流行っているスタイルになっていて、3D においては何年もの間、いろんな方が現実世界に基づいた現実的な絵を作ってきたんですけれども、過去数年で流行ってきた新しいスタイルというのが、この NPR っていうノンフォトリアリスティックレンダリングになります。なので、ツイッターとかインターネットでこちらのキーワードを入れてみて、チュートリアルなり、他の作品なりを見てみてください。私もこうやって検索して自分のトレーニングを行ってます。これは、このプレゼンの一番最後の部分になります。で、この後、ブレンダーでどうやって作業しているか、ちょっとしたデモを行います。もう一つお伝えしたい点としては、ブレンダーに関しては使う人によってかなり作業方法が異なってきます。ブレンダーを使っていろんなものが作れますし、例えば、今お見せしているのは、ミニアチュアの背景としてブレンダーを使ってます。カードボードとかを使って、このような小さなセットを作ってみました。あと粘土を使ってちょっとした小物も置いてみました。で、それで背景に映っているものが私のコンピューターの画面でブレンダーを映しています。ブレンダーで作ったアニメーションを再生しているんですけれども、例えば本当のオブジェクトを使って、で、カメラトラッキングとかも使って、で、それで 3D ソフトがカメラの動きを検出して、で、その上に絵をつけるっていうこともできます。なので、どういう順番でも作業できるかなというふうに思います。私も過去の作品でブレンダーで作成していたものだったんですけれども、それをブレンダーで作ったものをもう一度絵で描き直して、で、それを画面に出して、で、それで 3D アートワークの上をトレーシングで、物理的な絵を紙とペンで描きました。なので、順番はいろいろ探れるものかなというふうに思いますし、皆さんが自分のスタイルを発掘していけばいいかなというふうに思います。プレゼン部分は以上になるんですけれども、ソフトを開いてみて、いくつかのサンプルシーンと作業方法をお見せしたいと思います。こちらがブレンダーの作業画面です。
ちょっとお待ちください。ペンが壊れてるかもしれないんですけど。あ、大丈夫でした。見えなかったらお知らせください。なんですけれども、今画面を見せていて、まず、一番基本的なサンプルからお見せします。ただのソフトなので、今すぐにでもダウンロードしていただけるものになります。まず、説明したい点としては、今日お見せするすべてのプロセスにおいて、他にその同じプロセスをする方法があと10通りや100通りありますし、私が今お見せしている方法が一番いい方法というわけではないです。なので他のアーティストがより良い方法をしているかもしれないですし、何百通りも同じことをすることができるっていうのだけお伝えしておきます。今から 2D アニメーションの作成方法をお見せしますが、これをすごく素早く作成する方法で、ネットでも検索していただいたら他にもいろんな方法が出てくると思います。ファイル New 2D アニメーションを押すと、エレメントを勝手に作成してくれますし、自分でも手動で追加することができますが、ファイル New でアニメーションっていうのを押すと、始めるための基本的な要素もすべてブレンダーが用意してくれます。で、ペンをここですね。インクペンに変えました。鳩を書きます。すごく簡単なので、いつもこれをデモに使ってるんですけど、録音もありますし、この右側のボタンを押すと、オニオンスキンっていうのを使えます。一般的なアニメだったら、何枚もこういう絵を重ねてずらしてると思うんですけど、同じような手法をブレンダーでオニオンスキンの機能でできます。なので、アニメーションをこうやって進めていくんですが、Let's go back. 戻りますね。右、左、何度か戻ってみます。パパッとできるアニメーションを見せてるところですが、すいませんね、すごく雑な絵なんですけれども、デモ用に素早く描きたかったので、こんな感じになります。鳩がお茶を飲んでいるところです。なのでタピオカとか飲んでいるっていう設定にして、こういうアニメーションが出来上がります。今は遅すぎるので、キーフレームをすべて選択して、スケールを変えます。動かしたり、コピペしたり、サイズを変えたり、本当にいろんなことができます。こうやって縮小したらスピードが速くなります。で、最後は、私の音声がちょっと変に聞こえるんですけど、問題なければ幸いです。それで鳥が飲み続けて、これを複製しますね。最後のフレームを繰り返します。すごく変な絵ではあるんですけど、通常のドローイングソフトウェアと同様で、右側にレイヤーが出てきて、上に絵を置くことができます。
なので、テーブルを描いてみます。お花も描いてみます。そして最後にエフェクトを追加します。すごく簡単なエフェクトなんですけれども、いい結果を目指せます。エフェクトの名前は英語なんですけど、日本語設定も確かあったと思います、ブレンダー。なんですけど、使う人の大半は英語でそのまま使っていると思います。ので、英語で学べる方がいいと思います。やっぱ YouTube にチュートリアルがいっぱいあるんですけど、英語なので。ノイズを追加したんですけど、これによってクレヨンが動いたりしてます。アニメーションを全くしてない部分なんですけど、このノイズエフェクトを追加したことによって動いてます。数分でこのような小さいアニメーションを作り出すことができました。そして以前お伝えした通り、このアニメ自体がもう小さい紙切れみたいなものなので、これごと動かしたりできますし、これごと飛ばしてみたり、カメラを動かしてみたり、いろいろできます。それ以外にも、このオブジェクトを複製できます。例えば同じオブジェクトをここに置いてみますね。そして、ちょっと2つ目のタイミングをずらしてみます。なので、1つ目の鳩が飲み出して、で、それで2匹目はその後のタイミングで飲み出して、で、3匹目はこちらです。キーフレームを動かします。1、2、そして3。遅いタイミングですが。なので、このように 3D 空間で素早いアニメーションを作れました。複数のキャラクターを使って。なので、以前お伝えした通り、アニメーションする方法は本当に何通りもブレンダーにありますし、すべての画像の絵を描きたくない場合は、オートマティックトランジションっていう自動で作ってくれるものもあります。例えば、人物が左から右に移動する際に、キャラクターをちょっとデフォームして動かすということもできるんですけど、絵を描かなくても。で、ブレンダーで自動ツールを使って、でそれで間のフレームを埋めてくれることも可能です。こちら、興味ある方はネットで検索してみてください。他にもいくつかシーンをお見せしたいと思うんですけど、今書いたものはブレンダーフェイスで名付けておきます。皆さん本当に見てくれてありがとうございます。では別のファイル開いてみますね。あと10分ぐらいあると思うので、10分、15分、ちょっとわからないんですけど、知らせていただければと思います。Let's open one artwork. では別のファイル開きます。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など、著名ブレンダーアーティストによるテクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。プレゼンに入れていたものです。こちらなんですけれども、もっと複雑なシーンになります。ここで今お見せしているものは、ブレンダーの中に全て入っているもので、
ビデオのように見えますし、アニメーションのように見えますけど、本当はアニメーションじゃないんです。アニメーションのプレビューだけです。今 3D 空間にいるので、一緒に探検していきたいと思います。このようにシーンを構築しました。この場合はかなり現実世界に基づいた手法を用いたんですけれども、数分前に自分を描いたキャラクターと床を違うプロポーションとか壁とか湾曲させたサンプルをお見せしたじゃないですか。なんですけれども、これは全くその逆の手法を使っていて、すべてのプロポーション、正しいプロポーションを使っています。こちら、飛行機か船かよくわからないんですけど、この宙に浮いているものがあって、でそれが、この上にあるランプと同じ大きさです。大きさを比較してみると、このようなものになるんですけれども、ブレンダーのいい点としては、現実世界と似たように、カメラの設定を変えることができます。例えば、現実世界で映画を作っている際にもカメラを変えることができるじゃないですか。なので、ブレンダーでも同じことができるんですけれども、今日はデモ用にちょっと簡単なものをお見せしたいと思います。10分ぐらいでできるかなと思います。以前したことがあるので、少しは慣れているんですが、このシーンの中で動いているキャラクターを追加してみようと思います。なので、新しいエレメントを作ります。追加ボタン、グリースペンシル、ブランク。グリースペンシルでブランクを追加して、今英語で言っていますが、これらのボタンを押しています。ちょっと日本語版あるかわからないので。なので以前お伝えした通りなんですが、紙切れと同じようなものです。この小さいペンがあるじゃないですか。オレンジ色なんですけど、見えますかね？小さいんですが。透明の紙なので今のところ何もないです。なんですけど、この中で表示して、カンバスを表示します。そして、ペンを選択して、インクペンにします。すごくわかりやすい色を選択します。ピンク色の忍者、描きますね。Let's check the proportion. Is the プ proportion ロポーション確認してみましょう。正しいかどうか。問題なさそうですね。here? 忍者をここから始めてもらいます。忍者と呼んでいる理由としては、スーパーパワーを持っているからなんですけど、ちょっと黒にしますね。より見えるように。Okay. This red color works fine. この色でもいけそうです。オニオンスキンで走ってもらいます。And as I told you before, it's a piece of paper. You can rotate 以 it. 前お伝えした通り、
紙切れと同じなので、動かしたり 3D 空間で動かせます。なのでちょっと回転しますね。今日何がしたいかというと、忍者をアニメーションつけて、でこの宇宙船に乗り込ませることです。ドラフトも追加します。どういう軌道で動いていくのかっていうのを追加しておきます。わかりやすいように。ここから行って、で、ここに跳ねます。こんな感じですね。あ、いや、よく見たら、遠かったです。今書いているこの線というのは、アニメーションをつける際のちょっとしたガイドになります。スーパーパワーを持っている忍者なので、ここからここまで飛んでもらいます。人間だったら不可能ですが、忍者ならできます。では、最終目的地はあそこになるので、こうやって動かしていって、軌道も用意しました。跳ねる前に、予備動作。ふーんと踏ん張ります。私、絵を描いてる際にアニメーターのようにいろんな変な顔をしたり、音を出したりしてるんですけど、もうちょっと予備動作つけますね。シュンと飛んで、jump, OK。跳ねてもらいます。カメラも動かします。And while I'm here, I'm going to show you also another way to そして、それ以外にもアニメーションの方法をお見せしたいと思うんですが、次の絵が前の絵とすごく似ている場合は、レコードボタンを押して、一番下の中央にあるんですけど、それを押して画像を選択して動かす。っていうのができます。この赤いボタンを押すことによって、動きを録画してくれます。ちょっと遅すぎですね。跳ねるのが遅すぎるので縮小します。それ以外にもアニメーションでちょっとしたデフォームも追加できます。一例なんですけれども、今回はすごく簡単な絵を描いているので、デフォームを追加する必要ないんですけど、皆さんがされる際に、このように中央のレコードボタンを押して、デフォームをつけると、デフォームが保存されます。サンプルとしてお見せしただけなので、今は使えません。
animation is here. アニメーションの一番最後に行きます。おっと。どうやら忍者をたどり着けなかったようです。遠すぎましたね。いや、角度を変えないといけないです。ここにします。わかりました。紙をロテートした際にレコードボタンを押しちゃってたので、ロテーションも変わっちゃってたみたいですね。ちょっと取り除きます。これで、あと5分あるので、やります。全然正しい絵ではないんですけれども、すいません。なんですけれども、伝えた通り、紙切れと同じ原理なので、一番最初は平らだっていう風に見えないです。で、それで、最初、完璧じゃないんですけど、全然使いますが、最終的にはちょっと平ら感が目立ちすぎるので、そこを談話するために、ここからキャラクターをハイドします。そして別のグリースペンシルオブジェクトを作成します。飛行機の上に作るので、私が使うテクニックとしては、忍者が走っていて飛行機の上に飛び乗る際には絵を2つ描きます。1つ目は走り出しの際の忍者で、それで飛行機に飛び降りた際は別の絵も描いてます。その理由としては別のアングルからお見せしたいからです。カメラと同じ向きになっているものを描いています。なのでグリッドをここで機能をオンにして、こちら今作った。この小さいグリッド見えますかね？ここから描き始めたんですが、ここにグリッドラインがあるので、どういうアングルに傾いているかっていうのも見せてくれてますし、もう一つ作成したので、最終地点のところに置いてます。それによって忍者がここからトントントンと走っていって飛び跳ねて、ここにたどり着くので、ここで着地を描きます。もう一つの紙の上に着地させます。あともう一つ作業を行うんですけれども、この小さい紙をこの船に貼り付けます。なので、このペーパーのペアレントをこちらの船にします。3D ではペアレントとチャイルドっていう仕組みがあるんですけれども、要するに一つのオブジェクトがもう一つのオブジェクトのチャイルドだった場合は、ペアレントが動く際にチャイルドも動きます。要するに動きを連携させることができますが、二つ目のペーパーを船にペアレントしたことによって、忍者の頭がここに見えます。飛行機動くと同時に忍者も一緒に動いていきます。なので、一番最初に書いたグリースペシャルオブジェクトはこの船のチャイルドにする必要はないです。空中にいる際には飛行機の動きに影響されないので、なんですけども飛行機に着地した際には飛行機の動きと一緒に動いていかないと変なので、2つ目のグリースペシャルオブジェクトを
飛行機のチャイルドにします。おっと。いや、大丈夫かな？忘れてたかと思ったんですけど、大丈夫そうです。では、3D でいろんな要素を見れるように他の表示をオンにしたんですけれども、ラインを見せることによって、船のラインを表示させてます。船か飛行機かどっちか覚えてないんですが、忍者がたどり着いて、Very bad drawing, I'm sorry, but I す think ごいひどい絵ですいません。なんですけれども、デモ目的を果たしているかと思います。着地して、立ち上がる。And how do you say this in Japanese? やった日ー本語で、なんて言うんでしたっけ？やったーでしたっけ？ではアニメーションを見てみましょう。うん。ウェーイ Oh, okay. Yes. And in the end, he's here. はい。で、最後、たどり着いているので、アニメーションをちょっと長くします。では、船にたどり着きました。ブレンダーの面白い点としては、ちょっとお見せしますが、楽しいことなんですけど、アニメーションが再生しているタイミングとか見せれるので、ここ、例えば、ハローって書いたりとか、ハロージャパン。っていうのも書いたりできます。なので、プレゼンはこれで以上になります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。素敵な講演ありがとうございます。ありがとう。忍者めちゃくちゃ可愛かったですね。Thank you. ありがとうございます。はい。では、デモンストレーションも終わりましたので、ちょっとQ&A の、時間に入りたいと思います。じゃあ私の方でいくつかちょっと質問をピックアップしていきますので、視聴者の皆さんも、何かあったら、ぜひぜひチャットの方から投げてくださいね。まず一つ目の質問いきたいと思っております。はい。コンポジットについて、普段の映像制作だと思うんですが、コンポジットはブレンダー以外のソフトを使っていますか？例えば、After Effects などをお使いになっていらっしゃいますか？っていうようなご質問来てます。No, I use Blender directly for いや、使ってないです。コンポジットもブレンダーを直接使ってます。ちょっとどのぐらいパワフルなのかちょっとお見せしますね。特に最初のバージョンでは。ここにコンポジットモードがあるんですけれども、ここにノードがあって、で、レンダーイメージ、ちょっと一つのサンプル画像だけレンダーしてみます。それで、こちらにお見せしている通り、ちょっとエッジの線をもうちょっとソフトにしているんですけれども、あともう一つ興味深い点としては、ブレンダーではリアルタイムでコンポジションを見ることができます。なので、ここをオンかオフにできます。それによって違いも見えてきますし、それを直接ブレンダーでできたり、それ以外にもブルームの効果を足したりとか、リアルタイムでできますし、ちょっと強調してみます。なので、ブレンダーで直接こういうコンポジットの効果を加えることができます。なので、
ネットとかでも検索できると思うんですけど、ノードとか、コンポジットノードとかも検索してみると、それらを組み合わせて自分の生み出したい効果を作ることができます。ありがとうございます。結構視聴者から質問ではないんですけど、コメントもいくつかいただいていて、例えば、爽やかで落ち着いた色味や線も含めて絵が動いている感じがとても良いです。みたいなコメントをいただいてます。Oh, thank you so much. 本当にありがとうございます。あと、ちょっと伝え忘れたかもしれないんですけれども、私、インスピレーションが主に3つあるんですよね。それが、1つ目が、宮崎さんです。宮崎駿さんですか？ Oh, yeah. Yes, it's one of my first そうです。最初のインスピレーションになった方です。それ以外にもインスピレーションが2つありますが、フランスのアニメーターのモビエスという方なんですけれども、彼からインスピレーションを受けて、多くのアーティストが影響を受けました。特に SF とかそういうジャンルに影響を与えている方です。なのでネットでこの方を検索してみると、いろんなアーティストが彼のスタイルを真似ているのが見えるかと思うんですけど、もともとはモビエスというフランスのアーティストです。あと、彼は実は宮崎さんの大ファンだったらしくて、宮崎さんも彼のファンだったそうです。のと面白いですよね。なのでお互いにインスピレーションを与え合っていると思います。確か。天空のラピュタですね。あと、ナウシカの映画で影響を受けているそうです。あと、宮崎さんは、このフランスのアーティストにかなり影響されていたそうです。あと、3つ目のインスピレーションなんですけれども、宮崎さんとモエビエス以外にシッドミッドさんです。共通している点としては、色が強い印象のアーティストであることですね。シッドミッドさんはアメリカのアーティストです。彼が描いた絵なんですけど、デジタルではなく直接描いているもので、1960年代に絵の具で描いていて、ものすごく才能のある方なんですけれども、私のインスピレーションの一人であります。そういうこともあって、私は色をたくさん使ってます。ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。ブレンダーの、グリースペンシルでエアブラシ的なブラシでグラデーションの描画を行う方法はありますかっていう質問が来ています。Yes. はい。It's possible to use it like an airbrush. 可能です。エアブラシのように使えますが、Photoshop ほどはパワフルではないです。ちょっとだけお見せしますね。ありがとうございます。エアブラシあります。それで、色も変えられます。中に絵を描くこともできます。このように。なんですけれども、Photoshop とはちょっと違うんですよね。Photoshop ほど機能もないですし。なんですけれども、ブレンダーのチームは毎月アップデートしてくれています。なので、Photoshop と同様に新しいブラシも作ってくれてますし、それによって、いろんな複雑な形状を追加することもできますけど、ブレンダー内でこういうエアブラシはもうすでに使えるので、結構パワフルかなと思ってます。ありがとうございます。Special effects like this. あと、特殊効果とかも追加できます。すごいですね。It's very powerful. そうですね。なかなかです。I mean, I'm even going to add some effects before. あと、それ以外にもエフェクトを追加したりとか。
なので、結構複雑なアニメーションに見えるんですけれども、今30秒で作れたものです。ありがとうございます。では、次の質問に行きたいと思います。イラストに 3D を、取り入れたいと考えているイラストレーターです。ブレンダーをこのようなスタイルのみで使う場合に、数ヶ月ぐらいで覚えられますか？また、ブレンダーは難しいと感じましたか？という質問です。Okay, in my case, そうですね。私の場合は簡単でした。その理由としては、ブレンダーに移る前に他のいろんなソフトを試してきたからです。いろんな 3D ソフトをいろいろ試してきたということがあったので、難しくはなかったんですけど、難しいと感じる方もいるかもしれないんですけど、ブレンダーを学びたい方は、まず、すごくベーシックな点から始めてもらえたらいいかなと思います。インターフェースを学んで、マウスをどうやって使うかとか、そういうところから始めていって、その後 YouTube に行ってもらえると、いろんなチュートリアルやレッスンがたくさんあります。そちらを見ていただければいろんなことを学べます。家を描いてみるとか、犬を描いてみるとか、テーブルを作ってみるとか、本当にたくさんのチュートリアルが YouTube に載っているので、そちらを見ていただければと思います。なので、まず基本操作から学んでいただいてから、自分のイラストで使えるようなものを YouTube で探して学んでみてください。で、それで学んだことをそのまま自分の仕事に活かせると、すごくモチベーションにつながると思うので、例えば、イラストで使うのであれば背景で使うのがいいかなっていうふうに思います。結構背景の家とかをブレンダーで描かれる方も多いので、そういう使用方法もあるかなっていうふうに思いますし、それ以外にも 3D 空間で使えるようなただの要素をネットで提供してくれてる人たちもたくさんいます。なので、例えば、丸々1年かけて自分の家を建てたくない場合は、ネットで検索してもらえると、3D ハウスのファイル、どれか自分のスタイルに合うものがきっとあるかと思うので、それをそのままブレンダーで使えばいいと思います。ありがとうございます。では、次の質問に、たくさん質問が来てますので、ちょっと次の質問言いますね。はい、先ほどの、アートの、飛行船のような複雑なモデルは、最初にモデリングを行ってから、その後で、フリースペンシルでペイントを行うのでしょうか？その際の工程などを教えていただきたいと思います。Yes, そうですね。そういう方法もあります。例えば、この船、飛行機、飛んでる船、こちらの通り 3D の形状を作ってます。これが 3D の形状になっていて、グリースペンシルはその上に乗せている線です。今のブレンダーのバージョンでは、3D モデルの上に絵を描く際には、線はうまくいくんですけど、色があまりうまくいかないことがあります。例えば、色が平らな線とかになると小さい穴とかが出てしまって、そういうのを丸いところに見つけると見えなくなるんですよね。うまくいく場所もあります。例えばここは平らなので、ここでは色をうまく使えるんですけど、こうやってちょっと出っ張っている部分に色を塗ってしまうとムラが出てしまいます。あと線とかに関しては特に問題なくいい感じで使えます。サーフェスに行きます。オリジンではなく。はい、忍者を使っていた際にはオリジンを使っていました。なんですけども、オリジンではなくサーフェスに行くと、見つけられる 3D オブジェクトに
自動的に言ってくれます。で、そのサーフェスのところに行ってくれるので、サーフェスを選択して、で、グリースペンシルを 3D オブジェクトのチャイルドにします。先ほど忍者で同様なことをしてたんですけど、で、チャイルドにすることによって、描いた線が 3D オブジェクトと同時に動くことになります。ありがとうございます。そうですね。では、次の質問に移りたいと思います。作成する前にラフスケッチを行うとのことでしたが、アニメーション作成の場合に絵コンテは作成しますか？Yes, but ですね。制作するんですけど、ブレンダーで直接絵コンテ書いてます。なので、アニメーションされているストーリーボードって感じですかね。英語ではアニマチックって呼ぶんですけれども、これアニメーションの一例です。アニメーションがついている絵コンテみたいな感じですかね。で、ブレンダーのいい点としては、アニメーションがついている絵コンテが用意できたら、それを直後にアニメーションに変えることができます。もう同じソフト内にあるので、その絵コンテに直接ディテールを追加していくだけになります。なんですけれども、直接 2D とか絵で絵コンテを描く方が早い場合があります。アイデアがまとまりきってない場合は、別に紙で絵コンテを用意してから取り掛かります。一つのツールで完結できるんですね。すごいですね。Yes, it's crazy. そうですね。かなりすごいです。あと、画像として出力して、で、それを PDF ファイルに入れることもできるので、なので、動画ごと出力する必要がなくて、画像としてだけ出力して、ブレンダーを使って、例えばコミックブックを制作するっていうのも全然ありです。ありがとうございます。では、次の質問に移りたいと思います。ご丁寧な実演ありがとうございました。2D と 3D の組み合わせはとても興味深いです。基本はどのように 2D と 3D を作り分けていますか？例えば、近景は 3D モデルにして、人物と円形は 2D で描くとか、そういったような2D と 3D の使い分けについて考え方があれば教えてください。Yes, it's a good question. そうですね。いい質問だと思います。私の好みで書き分けています。なので、あなたの好みにもよるかなっていうふうに思うんですけども、私はアニメをたくさん見てますし、漫画もたくさん読んでいるので、漫画とかだと顔のプロポーションとかが変になっているじゃないですか。なので、そういうのをやっぱり3D で描く方ができるので、顔は描くのが好きですし、例えば人間とか植物とか服とかそういう有機的な要素、柔らかい要素、そしてデフォームがつくような水とかスモークとかに関しても 2D でするのが好きです。で、それで角度がついていてハードサーフェスが多くて、で、湾曲しないようなものに関しては 3D で作ります。なので、それが、一つの方法かなと思いますけど、いろんな方法があると思います。使い分けに関しては。例えばこれ、人間が 2D、服も 2D なんですけど、船と家などはすべて 3D で作っています。例えば人間を動かす際に、プロポーションとかがずれちゃっても、そういうスタイルっていうことで通せるので全然問題ないと思うんですけれども、車とか飛行機とか船とかに回転をつける際に、もしかしたらその現実の物理的なルールに従ってしたいかなって思う場合もあるかと思うので、私は 3D で作ってます。
なんですけれども、私もいろいろ実験はしてます。なので最近人間も 3D で作り始めましたが、まだ実験段階なので、最終的にどのように活用するかまだ決めてないです。ありがとうございます。次の質問に行きます。レイヤー分けなどはどのように行っていますか？様相ごとに細かく分けているんでしょうか？No. So, 細かいわけではないですね。私が学んだルールなんですけれども、3D のチュートリアルではなく 2D アニメーションのチュートリアルで学んだルールなんですが、多くのアニメーターの方はあまりレイヤーを使わないそうなんですよね。で、その理由としてはクリエイティビティの妨げにならないからだそうです。キャラクターのアニメーションを作る際に手を別レイヤーに分けて、頭を別レイヤーに分けて、足を別レイヤーに分けてとかにしたら、レイヤーを分けてすごく時間かかりますし、レイヤーを切り替えるだけですごく時間がかかってしまうんですけれども、そんだけ時間をかけちゃうとどうしてもクリエイティビティの邪魔になってしまうので、素早く進めるという意味では、レイヤーをあまり分けない方がいいとのことだったんですけれども、あなたが好むプロセスによると思いますが、私はだいたい線とカラーのレイヤーを分けて、人間の場合なんですけど、で、それでシャドウ用に分ける場合もありますし、で、それでライト用に分ける場合があるので、3、4レイヤーぐらいになります。アニメーションついているキャラクターだったらそのように分けていますが、で、それでそのアニメーション全体にキャラクターが1体しかいない場合とか、だったらそうなるんですけど、背景があって、で、クラウドがいて、で、人数が多いとかによっても違うんですけれども、たまにポートレートもやるので、そういう場合は、グリースペンシルのエレメントへいろんなレイヤーを対応します。その理由としては、カメラをその 3D 空間内で動かして、ローテーションをつけるので、そういう場合は、キャラクターが例えばメガネをかけている際に、メガネを別のレイヤーに置きます。で、グリースペンシルオブジェクトとしても完全に分けます。で、それによって、メガネと顔の間のいろんな空間が作り出せるので、そういう場合はレイヤーを分けるんですけれども、一体のキャラクターだけなのであれば、で、それが一つの要素なのであれば、まあ、例えば、それを一つのレイヤーに入れちゃうとか、そういう場合もあります。ありがとうございます。細かく解説していただきましてありがとうございます。そうですね。時間的にそろそろですかね。はい。じゃあ、最後、一つか二つの質問にしたいと思いますが、そうですね。クライアントワークの際に、初回のクライアントに見せる際には、どれぐらい作り込んだ状態で確認を出すことが多いですか？When I send to clients, I try to. クライアントに送る際は、まず構成を見せれるようにしておきます。ちょっと戻りますね、先ほどのプレゼン資料に。構成、色、で時間もあれば、アニメーションも入れ込むようにしておきます。カメラの動きとか。でその理由としては、やっぱり、クライアントにとって一番重要なのは、例えば何か見せたい商品があるのであれば、それが私が作ったシーンの中でどのくらいの大きさになるのかっていうのをすごく気にされるので、あなたの商品はこのぐらいのサイズ感になります。あなたのロゴ、あなたのキャラクターはこのぐらいのサイズ感ですよっていうのを見せられるようなところまで持っていって、それで大半の場合は、まだ終わっていないっていうことをクライアントは理解してくれているので、ディテールはまだ詰めている段階だっていうのも理解してくれますし、例えばちょっと長めのアニメーションを作っている場合は、ほぼ完成しているフレームを一つは作るようにしておきます。ディテールがかなり詰め込まれている一つのフレームは作り上げておいて、で、他のフレームに関してはもう粗い段階で大丈夫です。
なんですけれども、最初のテイクで見せる画像に関しては少なくても、ここまでの完成度には持っていけるよっていう証明として、一つだけ画像は用意しておいて、で、他のアニメーションの部分に関しては、すごく粗い、テイクをまず作っておきます。で、時々時間がない場合は、別の過去作品を見せる場合があります。例えば、このようなルックになりますよって見せたりとか、以前制作したものをサンプルとして出すことがあります。So this was the example of draft that I showed. これが先ほど説明していた飛んでいる船のドラフトなんですけど、クライアントに見せたのはこちらになります。プロポーションとか色とか線を入れ込んだ状態で見せてます。ありがとうございます。では、時間となりましたので、以上をもちまして、質問の方も終了としたいと思います。OK。はい。で、デドさん、はい。今回はお忙しいところ、ご参加いただきまして、ありがとうございます。とても分かりやすい説明で。ありがとう。はい。視聴者の方からも、とてもたくさんの、喜びの声が届いてます。No problem。こそありがとうございます。じゃあもし可能であれば最後日本の視聴者の皆さんにですね何かメッセージをいただけませんでしょうか。What I say is keep doing そうですね。今までしてきたことをそのまま続けていただければいいなというふうに思います。日本のアニメーションに関しては80年代のものが大好きなので、私は80年代の日本アニメにすごくインスピレーションを受けてますし、日本のアーティストはすごくクールなスタイルを確立しているなと思うので、そのままを続けてもらえたらいいなと思いますし、インスピレーションを与えてくれてありがとうございます。で、今日でブレンダーの使い方もある程度分かったかなというふうに思いので、今までの日本のアニメーションをブレンダーでも作っていただければいいなと思いますし、楽しみにしています。素敵なメッセージありがとうございます。はい。では本日はご講演ありがとうございます。また別の機会にぜひお願いします。さよなら。ありがとうございます。はい、アンドリューさんありがとうございました。